交通事故で潰れた車の扉を14トンの力でこじ開ける車、地上40メートルまで伸びるはしご、横倒しになった車を2本のワイヤーで引き起こす車。この3台は事故や災害の現場で私たちの命を守るために働いています。100種類以上の道具を積んだ救助工作車、お風呂8杯分の水を積む水槽付き消防ポンプ車とはしご車、そして地震や台風で道路を塞いだ車を取り除く災害対策レッカー車。今日は街を守る救助のプロたちの知られざる全仕事をお見せします。まだチャンネル登録をしていない皆さんはぜひ登録してくださいね。新しい動画が出たらすぐにお知らせします。面白いと思ったらいいねとハイプも押してくださいね。それではスタートです。事故や災害などさまざまな現場で活躍する救助工作者。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ、よろしくね。今日紹介するのは救助工作者だよ。消防署にまた来ちゃった。消防車は近くで見てもやっぱりかっこいいな。ポポ、これから消防士さんが集まってくるわよ。まだ8時20分なのに。あ、消防士さんが集まってきたよ。消防士さんはいつ火事になるかわからないから夜も寝ないで働いているの。そして朝になったら次の消防士さんと交代するのよ。消防士さんのおかげで僕たちは安心して生活できているんだね。ポポ、この前はポンプ車とはしご車に乗せてもらったでしょ。うん、2台が協力して消火活動してかっこよかったな。今日は特別に救助工作車を紹介してくれるわよ。救助工作車？あれ、この消防車はいろんな道具が積まれているけど。そう、災害や事故でここにあるさまざまな装備を使って救助する車なの。あれ、消防士さんが着替え始めたよ。これから訓練が始まるから着替えているのよ。せっかくだからポポもついていって見せてもらいましょう。よーし、ついていって見せてもらおう。やっと着いた。一体どんな訓練をするのかな。ここ松戸訓練センターではいつ火災や災害が起きるかわからないから日々いろいろな訓練をしているの。訓練の様子見学させてもらいましょう。やったこんにちは、ポポ。今日は訓練の様子を見ていってね。ー。うん、何から見せてくれるのかな。早速紹介したいのがこの救助工作者たちだよ。救助工作車が3台も並ぶと迫力あるな。Come on, let's have fun. Riding in the sun. Smiles on every face. Whipping up the bass. Cars and boats and planes. すごいね。かっこいいな。Singing all the way. Bright and sunny day.
Dorimo, no wonder. Let's ride together. ポポ救助工作車は大きさおよそ8メートル、重さ11トン、オスのシャチと同じくらいの重さなの。まずはこれ、スプレッダーという機材で交通事故などで壊れた車の扉をこじ開けたり壊したりすることで中に閉じ込められた人を助けるの。すごい力だ。すごいや。このスプレッダーの挟む力はおよそ14トンもあるんだって。へえ、すごいや。よし、手準備およし。大きな扇風機が出てきたぞ。これは大型ブロワーといって煙やガスなどを素早く外に出す装備で火災現場に欠かせないものなの。すごい風だ。うわー、今度はなんだ。車の上からなんか出てきた。これは照明装置で地上6メートルまで上がり左右180度回転できて夜間の活動に欠かせないものなの。いろんな装備があるんだな。今度は救助工作車の後ろにあるクレーンが作業するわよ。このクレーンでどんな作業が始まるんだろう。これは救助工作車の後ろについているクレーンを使って事故を起こした車などの重量物を持ち上げる訓練なの。すごいや。軽々と車を持ち上げるなんて。最後は車などの重量物を牽引する訓練よ。救助工作車の前方には物を引っ張るワイヤーが装備されていて事故車両などの重いものを引っ張ることができるの。うわー、重い車がゆっくり引っ張られてる。救助工作車にはいろんな装置や機材が装備されているんだね。じゃあポポ、ここでクイズよ。救助工作車には人命救助のための道具が何種類積まれているでしょうか。結構いっぱいあったからな。2の50種類かな。わかったかな？正解は3の100種類以上でした。救助工作車はさまざまな現場に向かい対応するために100種類以上の道具を積み込んでいるの。すごい！そんなにたくさんの道具を積んでいるんだ。それを全部扱える隊員の人はすごいんだね。今日はそんな隊員さんたちの訓練も見せてくれるそうよ。やったー！お願いします。まず最初は障害突破訓練といって災害現場のさまざまな障害を想定した訓練だそうよ。うやー、すごい速さでロープを渡ってる。続いても災害現場などを想定したロープを使って降下する訓練よ。あっという間に降りちゃったよ。
おお、今度はロープの上を落ちずに進んでるよ。すごい。これはロープブリッジとかといって、災害現場などで侵入の技術なの。日々のこのような訓練が災害現場で素早い救助活動につながるのね。これからもお仕事頑張ってね。今日の乗り物ワンダーは救助工作車でした。それじゃあまたね。バイバイ。火事の時救助してくれる消防車、すごい高いところまで伸びるよ。乗り物大好きなみんなはチャンネル登録してね。ハロー、僕の名前はポポ。よろしくね。今日の乗り物ワンダーは消防署で働く仲間たちを紹介するよ。朝早いな、まだ眠たいよ。そんなこと言わないの。今日は消防車のお仕事を見せてもらうんだから。消防車がいっぱい止まってる。これがポンプ車だね。ポンプ車の仕事は火を消すこと。車の中にお水を積んでいて、そのお水を使って火事の現場で火を消すの。車体のあちこちにドアがついてるけど、何が入ってるんだろう。中はこうなってるのよ。すごい、いろんなものが入ってる。火事がどんな場所で起きても対応できるようにホースを乗せているのよ。そして水を出す蛇口もここにあるの。すみません、何をしているんですか？これは消防車が壊れていたりしたら大変なことになるから、毎日こうやって点検をしているんだ。火事の現場に行った時にどこか壊れていたら火が消せなくて困ってしまうから、毎日点検しているのよ。うわー、大変なんだね。ここでクイズ。このポンプ車にはどれくらいのお水が入っていると思う？ 1. 500ml のペットボトル300本分。2. お風呂のお湯8杯分。3. プールのお水1杯分。火を消すのにたくさんのお水が必要だから、答えは1かな。正解は2のお風呂のお湯8杯分でした。ポンプ車には1500リットルのお水が入るんだけど、一般的なお風呂が180リットルくらいだから、8杯以上の水と同じくらいの量なんだって。ちょっと難しかったかも。あ、消防士さんが集まってきたよ。消防士さんはいつ火事になるかわからないから、夜も寝ないで働いているの。そして朝になったら次の日の消防士さんと交代するのよ。僕たちが寝ている間もお仕事してくれているんだね。第2名、総員33名、事後13名、現在2名。あれ、さっきの消防士さんだ。どうしたんだろう。ポポも運転席に乗ってみるかい？
じゃあ早速お邪魔します。見た感じは普通の車と一緒だけど、テレビがついてるし電話もあるよ。これは電話じゃなくて無線といって、火事が起きた場所の情報を知らせてくれるのよ。このボタンはサイレンって書いてある。赤いランプを光らせる時もこのボタンを押すのよ。この消防車は6人乗り、後ろの席に最大4人乗ることもできるのよ。いろんなものが積まれているんだね。ポポ、これから消防士さんが特別に訓練の様子を見せてくれるわ。訓練センターに一緒に向かいましょう。やったー、僕も一日消防士さんだ。よし、はい、直よし。この背中に背負ってるものは何？空気ボンベよ。火事の現場には体に悪い空気が混ざっていることもあるので、このボンベから空気を吸うの。訓練センターに着いたよ。お待たせしました。ってあれ、別の形をした赤い車がいるよ。これははしご車といって、高いところで火事が起きた時に活躍するのよ。すごい、とっても長いんだね。このはしご車は全長 11.67 メートルもあるの。そして何といってもこのはしごが特徴なのよ。最大高さ40メートルまで伸びるのよ。すごいでしょ。ってポポどこにいるの？おーい、ここだよ。いつの間に。優しい消防士さんが一緒に乗せてくれたんだ。僕、高いところ大好き。地上では放水訓練が始まるわよ。早く降りておいで。楽しみ。早く降りるね。お立ちめ。すごい勢いで水が出ていくんだね。ポポ、ポンプ車に入っているお水の量はいくつだっけ？1500リットルでお風呂8杯分。えらい、よく覚えていたわね。えっへん。もし水がなくなったらどうするの？ポポは街中でこんなマークを見たことはある？あるある。ポンプ車は街の消火栓からこのホースを使ってポンプ車にお水を入れているのよ。そうなんだ。消火栓のマークを見つけたら邪魔しないようにしないとね。素晴らしいわ、ポポ。さあ、最後はポンプ車とはしご車のスペシャル合体技よ。はしご車を使って地上20メートルの消火訓練を行うわ。楽しみ。ちなみに20メートルはこのくらいの高さ。ビル6階くらいの高さよ。あそこまでホースが伸びるのかな？
ごくかっこよかったな。ポンプ車もはしご車も隊員の皆さんも一致団結って感じがしたよね。Tiny train goes choo choo choo. Shinkansen zooms real fast. Airplane flies high in the blue. 僕たちの街の安全は消防車の仲間たちに支えられてるんだね。そう感謝しないとね。僕も頑張ってみんなから感謝されるヒーローを目指すぞ。 Engine rushes by. Ambulance helps those in need. 今日の乗り物ワンダーは消防車の仲間たちでした。みんなも消防車に感謝しようね。それじゃあみんなバイバイ。 Norimono Wonder, the rescue tow truck, paving the way. 地震や台風などの災害が起きた時に活躍する災害対策レッカー車。みんなで力を合わせて助けてくれるよ。乗り物ワンダー。ハロー、僕はポポ。よろしくね。今日紹介するのは災害対策レッカー車だよ。また JAF に来ちゃった。今日は災害対策に出動する車に会えるって聞いたけど、どんな車なんだろう。ポポ、ここは JAF の小田原基地よ。レッカー車がたくさん止まっているね。レッカー車のことはよく知っているけど、災害対策に出動する車はどれだろう。こんにちはポポ、よく来てくれたね。災害対策に出動する車はどれですか？はい、災害対策車はこっちだよ。これ普通のレッカー車とどこが違うんですか？そうだね、普通のレッカー車と違っていろんな装備がついてるんだよ。そうなのポポ、地震や台風などの災害が起きた時に警察や自治体と力を合わせて道路を塞ぐ車両などを取り除くのが災害対策レッカー車の役目なの。早く道路を通行させて災害地の復旧に活躍しているのよ。災害対策レッカー車はすごい車なんだね。普通のレッカー車と違うところはどこなんですか？はい、普通のレッカー車と違ってウインチが2つついている車です。でもウインチの先の色が違うのはなぜ？ウインチの左右の色が違うのは右と左を間違わないようにしてあるためよ。でもなぜウインチが2つもついているんですか？はい、横倒しになった車をこの2つのウインチを使って起こします。ポポ、今日は事故を起こした車を引き上げる訓練を見せてくれるわよ。やったー。右後ろ見たことよし。うわー、車が持ち上がった。車両離れて安全確認完了したら、下の車両を引き出します。よし、了解。よし。次の割り込みます。了解。車両の下には絶対に入らないのに注意して、ブレーキ確認もしてから動かすこと。了解。了解。セットよし。ブレーキ確認お願いします。了解。ブレーキ離します。せーの。ブレーキます。ブレーキ確認 OK。はい、ブレーキ確認了解。流れ止め外します。はい。じゃあ押します。十分注意して動かブレーキすこと。離します。大丈夫そのまで。おー、下の車が抜け出せたね。燃料までな。なお角度変わるんで、オイル漏れ、ガソリン漏れの可能性あるため、消火器の準備。最後に前の車を降ろしたら完了よ。このように JAF ロードサービスの隊員が特別に訓練を受けて災害救助に当たるの。
はい、オイル漏れか取り漏れはないか。オイル漏れ燃料漏れなし。はい、ないことの確認了解。オイル漏れ燃料漏れなし。設置確認。パーキングサイドに無事車が元に戻ったね。災害対策レッカー車はすごいね。サイドブレーカー積みよし。災害対策レッカー車は他にも重要な装備を積んでいて、消火器や救護のための機材も備えているのよ。そして災害地では作業をしているのを周りの人に知らせることも重要なの。だから作業中という標識も出るようになっているの。じゃあポポ、ここでクイズよ。災害対策レッカー車は災害以外にも出動する場面があります。それはどんな時でしょうか。1、大雪。2、火事。3、船の転覆。1の大雪かな。ではみんなも10秒考えてね。わかったかな。正解は1の大雪でした。大雪の時は車が動けなくなったりスリップしたりするからとても危険なの。そんな時も災害対策レッカー車は活躍してくれるのよ。災害対策レッカー車はどんな時も助けてくれるんだね。うわー、こっちは可愛らしい車がいるよ。この車は何ですか。ポポ、これはね、バン型サービスカーといって、砂浜だとか山道だとか普通の車が入っていけないような場所ではまってしまった車を、この前のウインチを使って引っ張り出すための車だよ。ウインチ。そう、このバン型サービスカーの前の部分にはこのようなウィンチと呼ばれる装置がついているの。このウィンチは見ての通りロープが前まで伸びるようになっているの。このウィンチを救助する車に接続して引っ張り上げて救助をするのよ。うわー、ロープが巻き取られていく。他にも砂浜や山道での救助を想定してさまざまな機材も積み込んでいるのよ。このバン型サービスカーはミニカーみたいで可愛らしいね。ポポ、災害対策レッカー車やバン型サービスカーのこと分かったかしら。災害時や緊急時に活躍してくれる頼もしい味方だね。今日の乗り物ワンダーは災害対策レッカー車でした。それじゃあまたね。バイバイ。今日の乗り物ワンダーいかがでしたか。14トンの力で車をこじ開ける救助工作車、お風呂8杯分1500リットルの水を積む水槽付き消防ポンプ車と40メートルのはしご車、そして2本のウインチで横転した車を起こす災害対策レッカー車、事故を救う、火を消す、道路を切り開く、どれも私たちの安全を守ってくれる頼もしい仲間です。最後まで見てくれてありがとうございます。面白かったと思ったらいいねとハイプを押してくださいね。そしてポポをもっと応援してくれる皆さんへ、ワンダー隊員に登録するとポポの特別な壁紙をプレゼントしています。チャンネルページのメンバーになるからぜひ登録してみてくださいね。それではまたお会いしましょう。